こんにちは、ゆうへいです。今日はね、先日ショートでね、ちょこちょこ出してたんですけど、これ、まだね、全然仮釣りで、釘も抜けてなくて、糊も腫れてない状態なんですが、これのね、お話をちょっとね、していこうと思ってます。で、その前に、これの話を以前してたんですよ。で、ここのバックルのね、種類とか、ベルトの話とかで、ちょっとどうしようかな、なんていう話をね、してて、で、問屋さん行って、もうかなり前の話なんですけど、あの、作業場にね、バックルが余ってて、あ、このバックル使ってみたらいいんじゃないのっていうことで、試しにね、縫ってみたんですよ。このアンティークゴールドのね、バックルで、結構大人っぽくなるんじゃないかなと思って、で、その時にこのアンティークゴールドのこの金属バックルでやるんだったら、こっちのデザインじゃないなと思って、じゃあちょっとデザインし直そうと思って、アンティークバックルだったらやっぱ茶色とかね、黒とか、そこら辺がまあ、一番サンプルにするのには分かりやすいし適してるんじゃないのかなと思って、なんかじゃあ、いいデザインないかなと思った時に、僕昔の SB で、ダンク SB で、つま先が赤いから俗称でつま赤って呼ばれてたダンク SB があってですね、それがね、すごい好きだったんで、じゃあ、それでちょっとデザインしてみようかと思って、これ作ったんですよね。可愛いなと思って、すごく。で、試しにじゃあ、縫ってみようかって言って、縫ったんですね。縫ったって、縫製して、仮刷りまでしてね、いろいろ考えて。で、その中身というか、その作業中をね、ショートに流したんですけど、まあ、本編でもね、ちょっと1分2分ね、流してみようかなと思ってます。で、月曜日に、えっと、縫製と、木曜日に釣り込み。まあ、仮釣りまでの段階だけど。で、その時にね、どんなこと考えててとか、まあ、そんなことも喋りつつ、こう、結局どうだったのかみたいなことをね、お話ししたいなと思って動画にしてます。はい。で、デザイン自体はね、すごくいいんですよね。本当に可愛いと思う。ただ、ね、どう、どうなのっていうところを、じゃあ、ここからどんどんお話ししていけばいいと思うんですけど、まずは、じゃあ、構成をご覧ください。はい。というわけでね、今ね、作業動画を見ながら僕も今喋ってるんですけど、今ちょうどつま垢のね、部分ですね。言葉が詰まったらすいません。説明がちょっと初めてなもので。えっと、あのね、皮がね、持ってた赤い皮が、まあ、ちょうどつま垢にいいベロアというか、ヌバックな感じのね、皮で良かったんですけど、いかんせんね、皮が厚くてね、で、ちょっとね、薄くして縫ってはいるんですけどね、こう、硬いもんで、なかなか結構大変でしたね。縫製自体。で、まあ、どのスポーツシューズも結構そうなんですけど、エアフォースワンってダブルステッチがやっぱ結構ね、ナイキのスニーカーがって言った方がいいのかな。特に、ダブルステッチが結構特徴的でね、そこの距離なんかもね、目剣でやんなきゃいけないんで難しかったりもするし、あとは、この今見てる数種の部分ですね。数種の部分も、やっぱ、カーブがね、なんて言うんでしょう。独特でね、一気に行くには結構、なんて言うんでしょうね、難しいんですよ。で、特にね、まあ自分でそこの塩梅は作っちゃってるからあれなんですけど、ここのね、数種の終わりの R、こういう、こうになってるとこのね、ミシンがね、まあ自分で R 作っといてあれなんですけど、まあなかなかね、一気にグッとは行きにくい R にしちゃったもんで、ここのね、デザインも、まあなんとかね、しなくちゃいけないなと思いながら、こ
縫ってました。で、まあ、それを考えるとね、結局ベルトをどうするかっていう話、ベルトの長さをどうするかとかね、太さをどうするかとかっていうところにまで結局なっちゃって、で、もっと言っちゃうと、じゃあ、バックルも結局あのアンティークじゃダメなんじゃないかっていうね、ことになっちゃったりとかしてね、縫ってて、まあ、いろいろね、こう考えることがいっぱいありましたね。はい。というわけでね、縫製の作業中をね、見ていただいたわけですけど、でも、やっぱ可愛いよね。縫ってて思った。すげえ可愛いなと思ったんだけど、やっぱりなんか、ここがね、ちょっとね、これがね、やっぱちょっと違うなっていう感じがする。うん。で、見てくれた人はね、どっちが好きなんだろうなっていう感じだけど、こっちが、これもね、こなんて言うんでしょう、バッシュとかスポーツシューズっていう、やっぱね、プラスチックで、うん、カジュアルな感じがね、やっぱするんでね、こう、とっても相性はいいはずなんですよ。まあ、色が今ね、ちょっと青なんで、まあ、もうちょっと色変えたりとかしてね、本来ならこれに合わせた色味で作んないと説得力はないかななんて思うんですけど、でもまあね、プラスチックパーツはプラスチックパーツでね、こう、まあ、まとまりあるし、まあ、色味のおかげなのか、まあ、金属は金属でね、こうやって、大人っぽく仕上がるし、まあ、どっちもありだなと思うんですけどね。ただまあ、いかんせんだが、やっぱここのバックラのデザインはね、ちょっとやっぱ考え直さなきゃいけないなと思ってるんですよ。ね。で、あとはだから、そのバックルにすることによってね、こう、数種の上にパンチホール開けなきゃいけないんで、それがね、どうしてもなんか好きじゃないな、個人的にっていう感じなんで、やっぱりこう、アンティークゴールドで金属のバックルを使うにしても、こう、違うバックルをね、こうやっぱ探してこなきゃいけないかななんて思ってて、色味自体はね、もう本当にものすごい懐かしくて好きな色味でね。いや、これ思いついたときは、あ、これいいじゃんと思ったんだけど、いかんせんね、まあ、ミュールだよねっていう話もあるんじゃないのかななんて思いながら、その、やっぱ、ツマアカってどうしても秋冬のね、イメージがやっぱ僕は強いんで、色味がね、やっぱ深いし、まあ、革靴だったらね、やっぱりこう、茶色でも黒でもいいんだろうけど、なんかなんだ、秋冬に履くスニーカーの色のイメージがすごいやっぱあるから、それをミュールにするっていうのもどうなもんなのかなと思いながらも、いろいろと構成したりしながら考えてました。うん。個人的には本当に好き、でも。だから、これを、そのミュールタイプじゃなくてね、普通のフォースワンのカスタムとして出す分にはいいかもしれないですよね。もう、ごくごく普通にっていうとこですかね。ただ、そうなった時の問題点が出てきたんですよ。っていうことでね、まあ、今日はここまでにして、来週じゃない、その木曜日分に、えっと、今度はね、ここまで行った仮釣りの時の作業中のお話とかね、そういうのを含めて、こうお話ししていきたいなと思ってます。はい。なので、今日はこの辺です。バイバイ。